皆さんこんにちは。コツコツ日本語のみずきです。皆さんお元気ですか？久しぶりの更新になってしまいました。気づけば1ヶ月ぐらい更新していなかったですね。大変お待たせいたしました。この1ヶ月はいろんなことでバタバタしていて、毎日のルーティンが崩れてしまっていました。子供たちの小学校、そして保育園の行事とか、子供の、病院とかね、あと車が壊れちゃって、新しい車を買わないといけなくなったりとか、いろんなことがありました。で、精神的にも疲れちゃって、仕事のモチベーションを保つのにちょっと苦労していました。そういう時って他の頑張っている先生たちがすごく眩しく見えるんですね。あの先生は新しいことに挑戦してすごいな、頑張ってるなとか、あの先生はコンスタントに SNS とかポッドキャストとか YouTube とか作ってすごいなとか、それに比べて私は何にもできてない、怠け者だなって思っていました。で、他の人と比べてしまって落ち込んでしまったり、自分を責めたりしてしまうんですね。皆さんもきっとこういう経験があると思います。心が元気な時はそんなこと思わないんですけどね。他の先生のことがそこまで気にならない。それに冷静に考えると、人それぞれ置かれている状況とか仕事のやり方は違うわけだし、私は私の方法でやるべきことをやればいいって思うんです。それはね、ちゃんと分かってるんですよ。分かってるんだけど、勝手に落ち込むことってありますよね。はい。皆さん心配しないでください。今はそういう時期だけど、そのうちまた回復するはずです。まずは私のルーティンを取り戻さないとね。はい。11月はトラブルなく平和に過ごせるといいなと思っています。今日のテーマは子供たちの留守番についてです。確か今までもこのポッドキャストで話したことがある気がするんですけど、日本の子供たちって本当に自由なんですよ。例えば朝は子供たちだけで歩いて学校へ行きます。帰る時もそうですね。子供だけで歩いて帰ってきます。私立、つまりプライベートの学校に通っている子は一人で電車とかバスに乗って学校に行く子もいます。私の子供たちは学校から帰ってきたら友達と公園に行ったり、友達の家に遊びに行ったり、反対に友達が家に遊びに来たり、そうですね。あとは自転車に乗って本屋さんとかコンビニとか行ったり、本当に自由に遊んでいます。これは日本ではすごく自然な日常の光景です。それから子供を家に留守番させること。これもよくあることです。例えば、親が買い物に行っている間とか、日中仕事に行っている間とか、それから兄弟の習い事の送り迎えに行っている間、下の子の保育園の迎えに行っている間とか、いろんなシチュエーションがあるんだけど、
そう、留守番するのは普通のことです。もちろん、一日中留守番させて全然親が子供の世話をしないとか、あと、本当に小さい子を留守番させるのはダメですよ。そういうことじゃなくて、親が用事で数時間家を空けて、その間に小学生ぐらいの子供を家で待たせるっていう場合です。これは日常的なことです。でもこれって世界的に見ると珍しいことなんですよね。アメリカとかヨーロッパでは犯罪になってしまうと聞きました。虐待、つまりアビュースですね。虐待だと思われてしまうと聞きました。それでですね、ここからは最近日本で話題になったニュースについて話します。埼玉県がある条例を作ろうとして全国からたくさん批判の声が出たんです。条例っていうのは、国の法律ではなくて地方が決める法律のことです。地方が決めるルール。地方っていうのは県とか区とか市とかね、そういう、地方のことです。で、今回埼玉県が決めようとした条例っていうのはどんな条例かというと、小学校3年生、つまり9歳までの子供を留守番させてはいけないというルールです。5分、10分の短い時間も禁止。また、子供だけで公園で遊ばせてはいけない。そして子供だけで学校に行くのもダメ。もしそういう子供を見かけたら、警察に通報しないといけません。通報することが市民の義務である。こういう内容の条例です。どう思いますか？これ、かなり現実離れしていると思います。現実から離れていると思います。さっき言ったように、日本の子供たちって本当に自由なんです。自由に動けます。でも、この条例ができたら、一気に自由がなくなりますよね。そして、親の負担がものすごく大きくなります。だって、親が学校に送り迎えしないといけないでしょ？で、公園に遊びに行くときも親がついていかないといけない。いつでもどこでも子供と一緒にいないといけない。ということですよね。この条例の目的は子供の虐待、アビュースを防ぐことだそうです。確かにね、わかりますよ。この目的。虐待を防がなきゃいけない。これはすごく大事なことですよね。でも、それにしてもあまりにも現実とかけ離れています。今、日本では夫婦両方が働いている。お父さんお母さん両方働いている。いわゆる共働き夫婦が多いんです。この条例ができたら、じゃあ誰がずっと子供といるんでしょうか？お母さんがずっと家にいて子育てしなさいっていうことですか？それにシングルで子育てをしている人はどうしたらいいんでしょうか？どうやって条例を守りながら仕事をすればいいんですか？ちょっと無理ですよね。日本には学童って呼ばれる、学校が終わった後、小学生を預かってくれる施設があるんですね。でも、その施設も今全然足りていないんです。それに、シッターの
制度も整っていないので、そうですね、シッターにその子供の世話を頼むことも一般的じゃないんですね。そういう現状があるので、子供の留守番が虐待となってしまうなら、もうみんな虐待していることになっちゃいます。みんな通報されちゃう。はい。この条例を作った政治家たちは子育てしたことないんじゃないのとすら思いますね。ということで、全国から批判の声がたくさん上がったので、この条例は撤回されました。取り消しになりました。埼玉県で子育てしている人はきっとすごく安心しただろうなと思います。で、ネットで調べていたら、初めて子供を留守番させたのは何歳の時かっていう調査がありました。一番多かったのは小学1年生、つまり6歳とか7歳ですね。私の息子も初めての留守番は1年生の時でした。でね、その時本当にびっくりな、もう心臓が止まるぐらいびっくりな事件が起きたんですよ。留守番させていた息子が急にいなくなるっていうね。で、近所を探し回っても見つからなくて、結局見つかったんですけど、想像もつかない場所から、今息子さんを預かっていますって電話がかかってきて、はい、本当にね、びっくりでした。このエピソードは私のペイトレオンのメンバー限定のポッドキャストで話しているので、興味のある人はぜひ、ペイトレオンに入ってパトロンになってください。はい、今日はここまでです。スクリプトは私のホームページにあります。それから会話レッスンの予約もホームページからできるので、ぜひチェックしてください。それから私のコミュニティではスピーチチャレンジやライティングチャレンジをしています。皆さんの参加お待ちしております。ではでは今日もコツコツ頑張りましょう。バイバイ。